はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがアプリコットドリフトで、お父さんがアイズフォーユーです。この子は去年の秋にはクリーム色のお花で咲いていました。気温によって発色が異なってくるのでしょうか。お花を近づけますと、ティーとフルーツの香りがします。とってもいい香りです。花びら一枚一枚の色づき方が果物の桃みたいで可愛いと思います。つぼみもたくさん上がってますし、黒点病もそれほどひどくないようです。アプリコットドリフトとアイズフォーユーの子ですが、こんなにはっきりしたお色のお花が咲いていました。先日ご紹介した果物の桃のような花びらの子は、昨夜の強い雨で散ってしまっていました。やはり咲いてしばらくするとお色が抜けてくるようで、この子はお花色のグラデーションも楽しめる楽しい子だと思いました。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがクチュールローズチリアで、お父さんがルイの涙です。花びらの形がお母さんのクチュールローズ似だと思いますし、全体的に黒点病に強そうなところとか、あと葉色がルイの涙に似ているような気がします。お色は鮮やかなピンクに見えますが、肉眼で見るとグレーがかってるような少し落ち着いた色です。お花を近づけますとティーの香りがしています。花つきもいいですし、良いお花が咲いたと思います。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがカーディナルフームで、お父さんがミスターリンカーンです。随分と小さいお花です。お花を近づけますと、ライトな感じですが、しっかりダマスクの香りがすると思います。さすがミスターリンカーンの子供ですね。全体像としてはこんな感じです。お花つきもいいようですし、お花形も可愛いと思います。はい、こちら新しく咲いたお花の方が特徴がよく出ているようだったので撮り直しています。こんなに小さなお花ですが、このお花の赤黒のお色の中にもいろいろなグラデーションがあって、で白いラインもとっても印象的です。香りもティーの香りを持っていると思います。個性的で良いお花ができたんじゃないかなと思っています。はい、こちらは2019年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがクチュールローズチリアで、お父さんがギーサボアです。昨年は平咲きのような感じで咲いていました。昨年よりも花びらの枚数は多くなっているようです。咲き方が立体的になってきたような気もします。お
お花を近づけますと、フルーツとあとハーブの爽やかさもあるような気がします。全体像としてはこんな感じです。細枝でもしっかり自立するようですね。で、こちらのつぼみももうすぐ開きそうなので楽しみに待ちたいと思います。先日の絞りの子、しっかりしたお花が咲いていました。去年の春の平咲き状態よりも立体感が出てきたような気がします。苗が成長してくれば安定してお花が咲くかなと思います。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子の両親は分かりませんが、先日ご紹介したキヌエちゃんと同じローズヒップから生まれた子のようでした。お花の印象はキヌエちゃんと似ているなと思うところもあります。で、お花を近づけますと、この子は香りがよくわかりませんね。残念です。全体像としてはこんな感じです。大病性も悪くなさそうです。今この子のチャームポイントを見つけたのですが、花びらのお色が下に行くに従って薄くなっていくようなグラデーションが可愛いなと今思いました。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子はお母さんはクチュールローズチリアなのですが、お父さんがわからなくなってしまっています。お花を近づけますと、しっかりとティーの香りがしています。大病性も悪くないようですし、雰囲気のある子だと思います。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子は両親が分かっていません。お花を近づけましても香りはわからない子のようです。全体像としてはこんな感じです。特に特徴はない気がしますが、普通に可愛いバラだと思います。はい、翌日です。昨日割と剣弁咲きのようだったのですが、今日になってみたらお花がおおらかに開いていました。それからお色も中心の方に黄色が入ってくるようです。香りもごくわずかにフルーツを感じるようです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。